迷えるスピリットとの対話。スピリチュアルカウンセリング。精神病治療30年。カール・オーガスト・ウィクランド著。近藤和夫訳。第3章、地球圏の低階層と人間の磁気オーラから抜け出せないでいるスピリット。第4節、英国王も愛した人気女優。地上時代は英国王エドワード7世もファンだったという人気女優のリリアン・アールがある日の高齢会でウィクランド夫人に乗り移った。死後の朦朧とした睡眠状態から抜け出られず、それを親戚や知人、友人などが入れ替わり立ち替わり、声をかけて目覚めさせようとしている様子を彷彿させる内容である。1922年7月7日、スピリットリリアン・アール。博士、ようこそおいでくださいました。どちらから来られましたか？スピリット、ここへ来るように言われてまいりましたが、何が何だかわかりません。自分の状態がとても変で、わけがわかりません。どこにいるのかもわかりません。博士、今あなたはカリフォルニアのロサンゼルスにいらっしゃるんですよ。スピリット、まさか。大勢の人からここへ来るように言われたのですが、なぜだか知りません。ここにいらっしゃる皆さんの中に、私の知ってる方は見当たりません。博士、私たちがお役に立てればと思いまして。スピリット、何もしていただくことはございません。ただ、頭の中が混乱してまして。博士、それは今、あなたが置かれている状態を理解なさっていないからですよ。今、どこにいらっしゃるつもりですか？スピリット、それはもちろん私の家ですよ。博士、州はどちらだったのでしょうか？スピリット、もちろん大半はニューヨークでしたよ。でも時にはロンドン、その他の国々も訪れましたけど。博士、どなたかお知り合いの方の姿は見えませんか？ここへお連れした方でもいいのですが。スピリット、おい、痛い。手足が痛むような仕草をする。博士、何か事故にでも遭われましたか？旅行中のことでしょうか？最後に覚えてらっしゃることはどんなことでしょうか？スピリット、とても病んでおりました。痛みがひどくて。博士、多分その病気が最後だったのでしょうね。急に良くなったのではないですか？スピリット、いえ、長い間寝てたような感じがして、それが今なんとなく目が覚めていきつつあるような感じです。何もかも変なのです。博士、ご自分が置かれている事情が理解できていないからですよ。その痛みは今はもう感じる必要はないのです。もう痛くはないと自分に言い聞かせてごらんなさい。さっと消えますよ。さ、おっしゃってごらんなさい。スピリット、でもなんだか言いにくくて。あなたはクリスチャンサイエンスの方ですね。私も勉強してみましたが、痛みが心の影だなんてとても信じられません。クリスチャンサイエンスは信念で病気を治すことを説く宗教。博士、今は地上とは事情が違うのです。周りにどなたか知った方は見えませんか？スピリット、見えます。とっくに亡くなったはずの親友の姿がたくさん見えることがあります。それで私の頭がどうかしているんだと思うわけです。周りに集まって誰かが目を覚ましなさいと言うんですが、はっきり見えないのです。見たいとも思いません。博士、はっきりとしないのは理解しようとしないその心構えが邪魔するからですよ。地上で一緒に仕事をしていた頃はその方たちが怖かったのでしょうか？スピリット、そんなことはありません。博士、じゃあなぜ怖がるのですか？お互いに肉体を捨てただけじゃないですか。スピリット、怖いのです。ビクッとするのです。そばに来てほしくないのです。なぜ一番の仲良しが来てくれないのでしょうか？博士、地上時代のお友達から見ればあなたは死んだ人間なのです。そしてすでに死んだお友達から見ればあなたは死んでいないのです。スピリット、私は病気になっておりました。でも死んだという記憶はありません。眠りについたのは知ってますが、
そのまま目覚めることができなかったという記憶はありません。お友達が何人かやってきて、一緒においでと声をかけてくれました。博士、なぜみんなが目を覚ましなさいというのかわかりますか？霊界のお友達にとっては、あなたはまだ居眠りをしている状態だからです。スピリット、なぜ呼んでくれるのでしょうか？博士、悟らせてあげようとしているのですよ。スピリット、あなたはどなたですか？私は存じ上げませんが。博士、私はドクター・ウィクランドと申します。あなたをここへお連れしたのはどなたですか？スピリット、あんなエッチがいらっしゃいというものですから。地上時代の女優仲間。博士、その方も今のあなたと同じように、ここでお話をしてくださいましたよ。スピリット、彼女も私のところへ来てくれましたが、あの方はもう死んでしまったはずです。博士、死んでなんかいません。いいですか？私たちには今あなたの姿は見えていないのですよ。あなたの喋っている言葉が聞こえているだけなのです。そしてあなたも実は本当の私を見ておられるのではなく、私の体を見ているだけなのです。精神体は見えないものなのです。その精神体は決して死なないのです。スピリット、大勢の人がやってきて、しっかり目を覚まして、また一緒に仕事をしましょうよと言ってくれます。博士、よろしかったらお名前をおっしゃってください。スピリット、私をご存知でなかったのですか？私は女優でした。リリアン・アールの名で知られておりました。死んでなんかいません。ウィリアム・ステッドが会いに来てくれました。エドワード7世もおいでになられました。私のファンでしたの？私がなぜこんなところに来たのかわかりません。あなたが私を目覚めさせてくださるとみんなが言ってますけど。ウィリアム・ステッドは生前から霊根説を信じてスピリチュアリズムの普及に貢献し、死後も霊界通信を送ってきている。博士、ここに集まっている者は人生の悩み事に関心を持っていて、特に死者はどうなるのかという問題と取り組んでいるのです。スピリット、私も少しは勉強しました。でも、心霊現象はよくわかりませんでした。そんなことを勉強するよりも、女優としての仕事の方が忙しくて。でも私なりに信じた生き方をしていました。とても疲れました。眠いです。博士、病気は何だったのですか？スピリット、それがみんないろいろと言ってくれるものですから、自分でもわからなくなりました。ここから下がひどく痛みました。膝から下をさする。しばらく意識を失っていたようです。はっきり思い出せないのです。記憶を失ったようでもあります。昔のことになると全く思い出せません。人間が変わってしまったみたいです。将来に何の楽しみもなくなったみたいです。と言って不幸というのではありません。幸福でもありませんけどね。博士、私が事情を説明してあげましょう。少しも心配なさることはないのですよ。スピリット、お友達がやってきてくれるのですが、関わり合わないようにしています。おいでよと言ってくれるのですが、ダメ。私はまだ死ぬわけにはいかないわ。死にたくないの。と言い返しています。博士、あなたはもう死んじゃってるんですよ。そのことが分かっていらっしゃらないから、お友達が教えに来てくれているのに、あなたはそれが理解できない。今、ご自分がどこにいるのかご存知ですか？今あなたが使っておられる体は、私の妻のものなのです。妻は眠っています。あなたはご自分の体で喋っているのではないのですよ。スピリット、すでに他界している友達に気づいて、ジョン・ J.A. が来ました。博士、この夫人は霊媒なのです。私の妻でして、スピリットに体をお貸しして話をしていただき、事情を理解していただいております。ジョンもステッド氏もアンナもあなたに理解させてあげることができなかったみたいですね。スピリット、あの方たちが怖かったのです。博士、ここはあなたのような状況に置かれている方に実情を知っていただくところです。あなたはスピリットになっておられて、今他人の体を使っておられるのです。私たちは自分の体を持っていますから、こうしてあなたと話ができるわけです。あなたはご自分の体をなくしてしまい、今は霊的身体をお持ちです。
死後は一旦眠りの状態に入り、今そこから目覚めつつあるところです。スピリット、確かに電気ショックのようなものを与えられて目が覚めたのですが、まだぼんやりしています。人の顔がいっぱい見えます。知っている人ばかりですが、みんなもう死んでいるはずです。周りに来て話しかけてくれるのですが、耳を貸さないようにしています。博士、それがいけないのですよ。スピリットというのは生きているのでしょうか。博士、生きていますとも。ここにいる私たちは生身の人間ですが、あなたに見えている方たちは皆スピリットなのです。スピリット。でもあなたたちと同じように現実味がありますけど。博士、私たちよりもっと現実味があるくらいですよ。肉体の束縛がないのですから。私たちこそ夢うつつの状態にあると言ってもいいのです。スピリット、今こうして体調がいいのは夢を見ているからで、目が覚めたらまた痛くなるのではないかと不安なのです。博士、ここを出ていくときは大勢のお友達と一緒ですよ。スピリット、私もご一緒できるということでしょうか。博士、あなたのその怖がる気持ちさえ取り除けばいつでも行けます。スピリット、誰かが来ました。また一人来ました。私においでと言ってます。博士、ロングフェローの詩をご存知でしょう。生命こそ実在、生命こそ厳粛、墓場は終着点にあらず、塵なれば塵に帰るべしとは、魂について言いしにあらず。スピリット、とても美しいものが見えてきました。なんて美しいのでしょう。夢としか思えません。博士、スピリットの世界の美しさをちょっぴり見せてくださってるのですよ。スピリット、あの丘の上の美しい家を見てください。あの素敵な歩道、美しい湖や丘、一面に咲いているあの素敵な花々、美しいじゃありませんか。私もあそこへ行けるのでしょうか。博士、あなたの心にある拒絶心や反抗心さえなくなればいけますよ。スピリット、私は女優でしたが、心の中では神を信じていましたし、今でも信じています。教会は女優という職業を軽蔑しますが、私は私なりに世のために尽くしてきたつもりです。世の中を楽しくするために、私たちなりにできることをお見せしたいと思っていました。博士、新しい世界でも同じことができますよ。スピリット、クリスチャンではないと言われれば、それはそうかもしれません。でも私なりに立派な人間でありたい。人のために良いことをしたいと願ってきました。それが私の信念でした。時たま教会に出席したことはあります。でもあの雰囲気にはなぜか溶け込めませんでした。博士、それは教会には霊性がないからですよ。スピリット、あのたくさんの光を見て、美しいじゃありませんか。光が合唱しています。いろんな色合いに変化しながらビブラートしています。色彩が綺麗です。あそこへ行ったらこれまでにできなかったことをするつもりです。人様に楽しい思いをさせてあげるだけではダメだと何度も思ったものです。人生にはもっと大きな目的がなくてはならないと信じてました。でも自分の心にだけは忠実に生きてきたつもりです。まあ素敵、なんて美しいのでしょう。あそこが天国なのでしょうか。博士、そうです。でもキリスト教でいう天国とは違いますよ。地球を取り巻いているスピリットの世界です。イエスもスピリットとスピリットの世界の存在を説いているでしょう。パウロも物的身体と霊的身体とがあると言っています。スピリット、アンナが言っています。今の彼女は私が知っているかつての彼女とは違う人ですって。今の本当の彼女を私は知らないそうです。今は不幸な人たちを救う仕事をしているのだそうです。何度もこの私を目覚めさせようとしてくれたそうです。皆さんたちはここでどういうことをなさっておられるのですか。博士、ここはですね、人間が死んだ後どうなるかについての知識を得るためにいろいろと調査をするところなのです。同時に死んだ後迷っておられる人たちに霊的な悟りを得ていただくところでもあります。今あなたが使っておられるのは私の妻の体なのです。妻は霊媒と言いまして、体と脳をスピリットにお貸しすることができるのです。それでこうして私と直接お話をして、今あなたがどういう状態にあるのかを特進していただくことができるわけです。あなたは今
ご自分の体を使っているのではないのですよ。霊媒の手を持ち上げて、これはあなたの手ではないでしょう？スピリット、違います。妙ですね。博士、そうした事実について人間が知らなすぎることの方がもっと妙ですよ。スピリット、教会はそういうことを教えていませんね。博士、教会は信仰を押し付けるだけで死後の生命についての知識を付け加えてくれません。本当はそれが一番必要なのです。バイブルも信仰に知識を加えなさいと言っております。イエスは真理を知りなさい。そうすればその真理があなたを自由にしてくれるでしょうと説いています。もしもあなたがこうした霊的な事実を知っていたら、目覚めた時に迎えに来てくれたスピリットのお友達の言うことを素直に聞いていたはずです。スピリット、あんなに美しいところならぜひ行ってみたいです。すっかり元気になったら、地上でやりたかったことがこちらでもできるんだそうですね。お友達がそう言ってます。でも私をどう看病するつもりでしょうね。こんなに衰弱しているのに。博士、その体を離れた時は今思っておられるほど衰弱はしていませんよ。人間は心で思っている通りの人間になるということわざがあります。ここを去ったら大勢の人たちに温かく迎えられて素敵なお家に案内されます。何もかも新しい霊界の事情にワクワクして弱々しくしている暇なんかありませんよ。スピリット、もう一度眠りに入るのでしょうか。博士、あなたは病気で痛みに苦しんでおられた時におそらく麻酔薬を投与されていたはずです。その後遺症で意識がはっきりしなかったのかもしれません。でももう大丈夫です。スピリット、ありがとうございます。あ、みんなが呼んでいます。行ってみたい気持ちになってきました。いろいろお世話になりました。これで事情が分かってきました。お友達のところへ行けることにもなりました。あのままでしたら、またドアを閉めて、一人暗がりの中で暮らすところでした。あんな綺麗なところに行けるなんて、本当にありがとうございました。私は結局、自分の意識の暗闇の中にいたわけですね。みんながしきりに私を呼んでいます。霊界の私の家に案内してくれるのだそうです。何かぜひ伝えてほしいことがあるそうです。元気が出なくて全部お伝えできるかどうかわかりませんが、ある紳士の方がこう言っておられます。自分は地上ではエドワード王だったが、今はただの人になった。母は女王、ビクトリア。だったが、今はもう女王ではなく、地上にいた時よりも人のために役立つことをさせられている。母は生前から心霊現象に興味があり、スピリットが地上に帰ってくることも知っていた。バッキンガム宮殿に霊媒を呼んで、高齢会を催したこともある。が、人間としての義務を怠り、生涯何もかも人に世話をさせた。好きなこともできなかったが、責任を取るということもしなかった。今、母は人のための仕事で奔走している。私も同じで、生命の実相を知るまでは、人のために働かされます。以上が、その紳士からのメッセージです。多分、地上の人たちが、自分のことを今でも王と思っているだろうと思い、と言いに来たようです。こちらではただの一人間に過ぎません。他の人たちと同じように仕事がしたいのだそうです。もう貴族でも王家の血筋でもありません。わあ、友達が大勢やってきて握手を求めています。一つの大きな家族みたいです。では、そろそろお別れしたいのですが、どうやってこの体を離れたらいいのでしょうか。博士、思いこそ自然界の問題の解決者なりと申します。お友達のところへ行ったつもりになってごらんなさい。それだけでいけます。思念の焦点をこちらからあちらへと移すのです。自分は実際にあそこにいると念じてごらんなさい。スピリット、ここへ来て魂に目覚める機会をお与えくださって心からお礼を申し上げたいと思います。これであの方たちのところへ行けます。